英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回はイギリス BBC 最新1分ニュースを使って世界で起こっていること、イギリス BBC が何をトップニュースとして報道しているのかを使いながら、私たちの英語力、イギリス英語に触れながらですね、英語を学びつつ情報力もアップしていきたいと思います。まず、このニュース、字幕ありで確認してニュースの内容を捉えていきましょう。そして2番目は、日本人が一番苦手と言われている英語を話す力を上げていくために、しっかりとイギリス英語をお手本に字幕を私たちもしっかりと音読をして英語を話す練習をして、英語を話しながら難しい単語、そしてニュースの内容を捉えて情報力アップ、英語力アップしていきたいと思います。次に3番目、同じニュースを今度は字幕なしで見ていきたいと思います。2番目で学習した英語の単語やそして内容、字幕なし、ネイティブイギリス英語をリスニングするだけでしっかりと理解できるのか、リスニング力アップしていきましょう。ここまでは BBC ニュースからしっかりと情報をインプットしますけれども、4番目はその情報を英語を話しながらアウトプットする練習をやっていきたいと思います。日本人、英語を話すのが苦手と言われていますけれども、仕方がないと思います。なぜならこの海に囲まれた日本、日常的に生活をしている中で、英語を使うことはほぼゼロだと思います。使わない英語、話さない英語は話せるようになりませんので、しっかりと英語を話す機会を増やしながら、日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力、どんどん上げていきましょう。この練習に生成 AI を搭載したマイクロソフトのチャットを使うことで、まるで人間と英会話をしているような感じで、スピーキング力どんどん上げていけますので、ぜひ参考にしてみてください。英研究家チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思った方は、迷わずチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリックも忘れずによろしくお願いいたします。それでは BBC 最新1分ニュース使いながら、英語力と情報力上げていきましょう。Let's get it started! さあ、それではこの左側の BBC ニュース、右側の原稿を使いながら見ていきたいと思います。原稿を読まれているところにこのようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。字幕なしでも聞き取れる、聞き取ってみよう、挑戦してみようという方も右側の字幕は無視して左側の BBC ニュースだけ見ていただければいいと思います。それでは行ってみましょう。Let's try to understand the outline of this BBC news with English subtitles. Let's try it. This is BBC News, your headlines. Prince Andrew and Bill Clinton are among those named in newly released court documents relating to the sex offender Jeffrey Epstein. A day of mourning in Iran after two explosions in the southeast of the country killed nearly 100 people. As what's likely to be an election year begins, Labour leader Sir Keir Starmer sets out his agenda. In 1941, they started rounding people up. And past and present, the new film contrasting modern-day Amsterdam with the life during the occupation of the Second World War. さあ、どうだったでしょうか。字幕ありでですね、この BBC ニュース見てみましたけれども、ニュースの内容を捉えることできましたでしょうか。それでは次はですね、2番目。今の原稿をしっかりとイギリス英語を参考に私たちも声に出しながら英語を話す訓練、練習をしつつ難しい単語、ニュースの内容をしっかり見ていきたいと思います。ということで、声が出せる視聴者の方、一緒にですね、英語を楽しく話しながらしっかりと日本人が苦手と言われているスピーキング力アップしていきましょう。右側の日本語訳も参考にですね、内容を捉えていきたいと思います。では、ここからこの部分ですね、音読していきたいと思います。This is BBC News, your headlines. Prince Andrew and Bill Clinton are among those named in newly released court documents relating to the sex offender Jeffrey Epstein. ということで、これ右側に翻訳出ていますけれども、BBC の速報です。ということで、アンドルー王子とビル・クリントン
という名前が性犯罪者ジェフ・エプソンに関する新たに公開された法廷文書の中に名前が挙げられているということで、性犯罪者ジェフリー・エプソンが絡む事件があって、その法廷ドキュメントにですね、なんと王子、プリンス・アンドリュー王子とかビル・クリントンその名前なんかも出てきているということで、日本では報じられていませんけれども、イギリスでは大きなニュースになっているということですね。さあ、ではここ覚えておきたい単語表現ですけれども、難しい単語特にないですけれども、オフェンダーですね。これ、犯罪者っていうですね。セックスオフェンダーで、セックスというのは性ですから、性犯罪者、セックスオフェンダーということです。さあ、では次、この部分見ていきましょう。ここですね。A day of mourning in Iran after two explosions in the southeast of the country killed nearly 100 people ということで、日本、今は地震とですね、JAL の事故のニュースがトップでですね、ほとんど報道されていませんけれども、イランの南東部で2件の爆発があってですね、100人近くが死亡して、追悼の日をイランは迎えているということですね。イランといえば中東の情勢に大きく関わっている国ですけれども、爆発があって100人以上が死亡する事件が起こっているということです。ではここ、単語表現見ていきましょう。モーニングというのはですね、これ朝のモーニングと発音一緒ですけど、モーニングという追悼ですね、追悼の日ということです。A day of mourning ですね。explosions というのは爆発ということです。南東で爆発があって、そしてですね、nearly というのは近くですね。nearly 100 people。100人近くの人が死んでしまったということですね。さあでは3つ目いきましょう。As what's likely to be an election year begins, Labour leader Saki Starmer sets out his agenda ということで、2024年今年、世界中でものすごく多くのですね、大統領選挙とか選挙が行われます。例えば、1月の台湾選挙、そして11月のですね、アメリカ大統領選挙もありますけれども、本当に一番、この近代でですね、選挙が多い年になるんじゃないかと言われていますけれども、イギリスも例外ではなくて、労働党のですね、サキール・スタマー氏が自身の議題を打ち出すということで、イギリスでもですね、この報道を見ると選挙があるんじゃないかという感じですね。では、ここ、単語表現見ていきましょう。election というのは選挙ですね。選挙の年が始まった2024年ということですね。そして、labor というのは、イギリスでいう労働党のことですね。labor。そして、agenda というのはですね、議題ですね。選挙なんかの時に議題を示してとかですね、言われますけれども、自分がやろうとしているものをまとめたもの、そういうものを打ち出したということです。では最後ですね、この部分を音読をしながらしっかりと内容を捉えていきましょう。In 1941, they started rounding people up, and passed the president the new film contrasting modern-day Amsterdam with the life during the occupation of the Second World War ということで、ヨーロッパの歴史を知るということ、過去の歴史を知ったりですね、ヨーロッパの歴史を知るということが非常に大切ですけれども、1941年、彼らは人々の一斉検挙を開始した新しい映画、過去と現在では現代のアムステルダムと第二次世界大戦占領下の生活を対比させているということで、第二次世界大戦なんかですね、非常にヨーロッパ戦争が多かったですけれども、そのようなフィルムが公開されているということです。では、ここを覚えておきたい単語表現ですけれども、rounding people up で検挙するという表現ですね。覚えておきましょう。そして past 過去ですね。そして present 現在ですね。そして contrasting というのは対比させているということですね。modern というのは近代のということです。第二次世界大戦中、そして近代のアムステルダムの様子をコントラスティング、対比させている、そういう映画、過去と現在というものが公開されているということですね。さあ、4つ、ニュースがありました。1つはですね、日本ではほとんど報道されていませんけれども、性犯罪者、ジェフ・エプリスタインに関する公開された文書に、なんと、プリンス・アンドリューとかですね、ビル・クリントンという、大物の名前が出ているということが大きく報じられています。
そしてイランの南東部で爆発があってですね、100人以上の方が亡くなっているというのが2つ目のニュースでした。そして3つ目はですね、2020年、世界中で選挙が行われますけれども、イギリスでもですね、最大野党のレイバーですね、労働党のリーダーのスターマーさんがですね、アジェンダ、議題を打ち出しているということです。そして、4つ目はですね、アムステルダム、過去と現在をコントラスト、対比させている、そういうフィルム、映画がですね、公開になっている。こういう4つのニュースが BBC のですね、速報として紹介されていました。ということで次は3番目。もう一度同じニュースを今度字幕なしで見て、しっかりと英語のリスニングだけ、ネイティブ・イングリッシュ、イギリスの英語早いですけれども、しっかりと自分の耳をその英語のスピード、アクセント、発音、リズムに鳴らしながらですね、リスニング力アップ、そして情報力アップ、しっかりと学習した単語表現を覚えているのか、単語表現力アップしていきましょう。それでは3つ目ですね。Let's try to understand every details of this BBC 1 minute news without English subtitles. Let's try to understand it only listening English. Let's try it. それでは字幕なしで見てみましょう。This is BBC News, your headlines. Prince Andrew and Bill Clinton are among those named in newly released court documents relating to the sex offender Jeffrey Epstein. A day of mourning in Iran after 2 explosions in the southeast of the country killed nearly 100 people. As what's likely to be an election year begins, Labour leader Sir Keir Starmer sets out his agenda. In 1941, they started rounding people up. And past and present, the new film contrasting modern-day Amsterdam with the life during the occupation of the Second World War. さあ、どうだったでしょうか。字幕なしで BBC 聞いてみました、見てみましたけれども、しっかりとですね、ネイティブのイギリス英語聞き取れましたでしょうか。この動画、時間の関係で一度だけ流しましたけれども、聞き取れなかったな、あそこなんて言ってたのかなっていう方はですね、動画戻っていただいて何度も聞いて、自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズムに慣らしていきましょう。さあ、ここまではですね、この BBC 最新1分ニュースから世界で、イギリスでどんなことが速報として伝えられているのか、情報を得ましたので、次は4番目。その得た情報や、それを見て感じたことを、英語を話して相手に伝えるスピーチ練習を生成 AI を搭載したマイクロソフトのチャットを使いながら練習していきたいと思います。このチャットを使うと無料で好きな時にですね、英語を話すパートナーのような感じでまるで人間のように英会話ができますので、ぜひ皆さんもやってみてください。では今からですね、どんな風に練習しているのか、実際にデモンストレーションしたいと思います。今映りましたけど、マイクロソフトのこのチャットを使っていきたいと思います。一つだけ設定を日本語から英語に変更しています。英語で話しかけますので、設定を英語にしておかないと、日本語のままだとですね、日本語で話しているということで、チャットが勘違いしてしっかりと聞き取ってくれませんので、言語は英語に設定変更して、英語で話すようにしましょう。あとは、この Use Microphone というボタンを押して英語で話しかければ話した内容に関連する英語をですね、スピーキングと文字で返してきてくれますので、まるで人間と英会話を無料でですね、いつでも好きな時にやっている感じで英語を話す機会というのをどんどん増やしていけますので、この練習を継続すると日本人が苦手と言われている英語を話す力、スピーキング力、どんどん伸びていくと思います。それでは早速今からデモンストレーションしていきたいと思います。ではこのボタンを押してですね、英語で話しかけたいと思いますけれども、話している時に間が大きくなるとスピーチが終わったと、チャットが認識して、聞き取り終わってしまいますので、できるだけ間は長く空けないように英語で話しかけるという必要があります。では行ってみましょう。Let's practice speaking in English.Hi Bing, how are you doing today? I've just checked latest news from BBC 1 Minute News. And I've tried to improve my speaking ability in English. And I am a Japanese, so I would like to be a person who can communicate and discuss almost all topics in English. So,
I would like to share latest news I got from BBC 1 Minute News with you by speaking in English. And I have one favor of you. If my spoken English is not correct in terms of grammar, pronunciation, vocabularies, and expressions, please correct me. こんな感じで、話すとですね、聞き取ってくれて、これに対して人間のようにチャットを返してくれます。Hello. I'm doing well. Thank you for asking. I'm glad to hear that you're working on improving your English speaking skills. I'd be happy to help you with that. Please feel free to share the news you watched from BBC 1 Minute News. I'll do my best to provide feedback on your grammar, pronunciation, vocabulary, and expressions. Let's get started. こんな感じで返してくれますので、ではまず一つ目のニュースですね、アウトプットしていきたいと思います。Thank you very much for your reply and cooperation. I'll try my best to improve my English speaking ability. First news I got from BBC 1 Minute News is that I'm not sure about the details, but it was happened some kind of sex offenders, and very prominent names such as Bill Clinton was appeared in that news. So could you tell me what happened in that news? Do you know about it? Thank you for sharing the news with me. I'm happy to help you improve your English speaking skills. I believe you might be referring to a news article about 10 British sex offenders who traveled to Poland after Russia's invasion of Ukraine. According to the British police, these offenders traveled to Poland under the guise of humanitarian aid in the 6 weeks after the outbreak of war. I hope this helps. Please let me know if you have any other questions or if you would like me to provide feedback on your grammar, pronunciation, vocabulary, and expressions. こんな感じで返してくれますけど、私が言いたかったことと違うのがおそらく返ってきているので、こういう場合はですね、訂正も英語でしながらスピーキング練習していきたいと思います。Thank you very much for your feedback, but I think we were talking about different topics. What I got news from this BBC latest news is that very prominent name, Bill Clinton, was appeared. And maybe in the past, some kind of sex offenders related problems was happened in United Kingdom. So now, do you clearly understand what I am talking about news? こんな感じで、ビル・クリントンという名前が出てきたんですけれども、ということで。I apologize for the confusion earlier. I understand now that you were referring to a news article about Bill Clinton and his association with sex offenders. According to the article, Mr. Clinton has been associated with several high-profile sex scandals in the past, including the Monica Lewinsky scandal. However, I could not find any recent news articles about Mr. Clinton and sex offenders in the United Kingdom. I hope this helps. Please let me know if you have any other questions or if you would like me to provide feedback on your grammar, pronunciation, vocabulary, and expressions. こんな感じで、ですね、返してくれますけども、あまり知らない話題を話してもしょうがないので、次2つ目ですね。2つ目は確かイランで、テロか何かで爆発があって、そして100人近くの方が亡くなっているというニュースについて、英語を話しながらアウトプットしたいと思います。Thank you very much for your feedback. The second news I got from BBC latest news is that it was explosions happened in Iran and nearly 100 people have been killed. So do you know, is that a terrorist attack or something like that? こんな感じで話しかけると関連したニュース返してくれます。コメントですね。I'm sorry to hear that. According to the news article I found, 2 explosions occurred at a ceremony in Iran on January 3, 2024, to commemorate Commander Qasem Soleimani, who was killed by a U.S. drone in 2020. The explosions killed at least 73 people and wounded more than 170 others. The Iranian officials have vowed to take revenge for the attack. I hope this information helps.
Please let me know if you have any other questions or if you would like me to provide feedback on your grammar, pronunciation, vocabulary, and expressions. こんな感じで、関連する情報解析がますけれども、このインターネットの情報によるとですね、73人の人が少なくとも亡くなっていて、170人以上が怪我をしているということで、何が行われていたかっていうと、2020年にアメリカのドローンで殺されてしまった、この、コマンダーのですね、クサム・ソマリという方の、セレモニーが行われていたところで、爆発して、たくさんの方が亡くなっているということですね。そして、このチャットのいいところはですね、NHK ワールド以外からのこういう CBC とかですね、BBC とか、BBC とか、他のニュースソースも紹介をしてくれるということで、これを叩けばですね、関連する他の英語のニュース記事に飛んでいけるということで、CBC どのように伝えているかというと、Explosions killed dozens and even honoring Iranian general slain by US ということで、こんな感じでですね、一体何があったのかということをさらに深く知りたい場合は、他の英語記事も見ることができます。これが2つ目のニュースでした。3つ目はですね、2024年、世界各地で大統領選挙などがあるけれども、どうやらイギリスでもですね、あるようだということで、最大野党のレイバー、労働党の方がですね、アジェンダを準備しているというニュースだったということで、アウトプットしていきたいと思います。では行ってみましょう。And sad news I got from, not sad, sad news I got from this BBC 1 minute news is that about the election. As far as I know, in year 2024, so much elections, such as presidential election in Taiwan and the presidential election in the United States, so many elections are going on in this year 2024. And according to BBC 1 minute news, UK largest opposition party, Labour, the leader is preparing his agenda. So that means in United Kingdom, some kind of elections happened in year 2024. こんな感じでスピーチしましたけれども、th の発音、sad がですね、sad になってしまう。I'm sorry, but I think there might be some confusion. According to my search results, there are several elections scheduled to take place in 2024 around the world, including presidential elections in Taiwan and the United States. However, I could not find any recent news articles about the UK opposition party Labour and their leader preparing their agenda for the upcoming elections. If you have any other questions, or if you would like me to provide feedback on your grammar, pronunciation, vocabulary, and expressions, please let me know. UK、イギリスでは選挙がないでしょうか。もう一度聞いてみましょう。Thank you very much for your feedback. So my simple question is that, is there any elections are planned in United Kingdom in year 2024? イギリスでも何らかの選挙があるのか、今年聞いてみました。According to my search results, the next United Kingdom general election is expected to be held in 2024 and must be held no later than January 28, 2025. The election will determine the composition of the House of Commons, which determines the next government of the United Kingdom. The exact date of the election is not yet known, but it is expected to take place in the year 2024. I hope this helps. Please let me know if you have any other questions or if you would like me to provide feedback on your grammar, pronunciation, vocabulary, and expressions. こんな感じで、質問するとですね、やっぱりイギリスでも、日は決まっていないけれども、2024年、そして遅くともですね、2025年の1月28日までに、ジェネラルエレクション、総選挙が行われるということですね、らしいですね。さあ、では4つ目ですけれども、オランダ、過去と現在を、比べたフィルムがですね、出たということで、詳細わからないので、この、英語を話しながらですね、このチャットに聞いてみたいと思います。
And last news I got from BBC News is that about contrasting between the past and the present about Netherlands. I got this information, though I am not sure about the details. So do you know any kind of related information about this film, contrasting past and present about Netherlands? さあ、こんな感じで、オランダの過去と現在を比べたもの。I'm sorry, but I could not find any news articles about a film called Rust that contrasts the past and present in the Netherlands. However, I did find some information about the programming language Rust, which is becoming increasingly popular among software developers. Rust is known for its speed, safety, and concurrency features, and is used by companies such as Microsoft, Amazon, and Dropbox. I hope this information helps. Please let me know if you have any other questions or if you would like me to provide feedback on your grammar, pronunciation, vocabulary, and expressions. こんな感じで、話しますけれども、勘違いというかですね、私の発音が悪かったのか、違うように通じてしまって、こういうふうに返ってくることもありますけれども、英語を聞くだけでもですね、リスニング力アップ、そして、こういう文章でも返ってきますので、知らない単語とか表現をですね、どんどん調べていくと、英語力アップ、情報力アップにつながっていくと思います。さあ、では、これまで英語を話してアウトプットしましたので、チャットにですね、俺の英語どうだったということで、聞いてみたいと思います。Thank you very much for your feedback. As the last topic, we are mutually misunderstanding, but it's okay. So it's about time to finish my practice speaking in English. So as I asked you at the beginning, how was my English? Such as pronunciation, grammar, vocabularies, expressions like that. Because I'd like to be a person who can communicate in English about almost all topics, such as economy, jokes, comedies, cultures, like that. So, could you give me your evaluation about my speaking English? こんな感じで、俺の英語どうだったって聞いてみるとですね。You're welcome. I'm glad I could help. I think your English is quite good. Your pronunciation is clear and easy to understand, and your grammar is generally correct. You also use a good range of vocabulary and expressions. However, there are a few areas where you could improve. Word choice. Sometimes you use words that are not quite appropriate for the context. For example, you use the word erections instead of elections in one of your messages. Be careful to choose the right words for the situation. Sentence structure. Occasionally, your sentences are a bit difficult to follow because they are too long or complex. Try to break them up into shorter, simpler sentences to make your meaning clearer. Idiomatic expressions. While your use of idiomatic expressions is generally good, there are a few cases where you could use them more naturally. For example, instead of saying sad, sad, sad news, you could say very sad news or terrible news. Overall, I think you're doing a great job. Keep practicing, and you'll continue to improve. If you have any other questions, or if you would like me to provide feedback on your grammar, pronunciation, vocabulary, and expressions, please let me know. こんな感じで質問するとですね、良かったけれどもいろいろ直すところがあるよということで、この R と L の発音ですね、日本人にとって難しいですけれども、これはワードチョイスというかですね、発音の問題ですね。election じゃなくて election ですね。LR の発音、日本人にとって難しいですけども、そして文章が長いところがあるから、やっぱりシンプルに短くですね、区切っていった方がいいとかいうアドバイスもしてくれますし、イディオムの表現ですけども、これはですね、3番目のニュースで sad と言おうとしたり、sad まで言ってたので、sad を3回続けて言うんじゃなくて、very sad とか terrible ニュースに変えた方がいいよっていう感じで言ってくれてますけれども、こんな感じでですね、このマイクロソフトのチャットを使うと、無料でいつでもですね、
日本で住んでいるとなかなかない英語を話す機会っていうのをまるで人間と英会話をしているような感じで増やしていくことができますので、非常にいいスピーキング練習の相手になってくれると思います。皆さんもいいなと思ったらぜひこのチャットを使って日本人が苦手と言われているスピーキング力どんどん上げていきましょう。さあいかがだったでしょうか。今回の時事ニュースで英語学習、イギリス BBC 最新1分ニュースを使って英語を学びながらですね、世界でイギリスでどんなことが起こっているのか情報を得ながら英語力アップしてみました。引き続き英研究家事チャンネル、英語力アップにつながる動画、そして情報力もアップできる動画を上げていきますので、いいなと思った方はぜひ迷わずチャンネル登録ボタンのクリック、そして高評価ボタンのクリックよろしくお願いいたします。お友達で英語を勉強している方がいればですね、こんな英研究家事チャンネルっていうチャンネルがあって英語学習に使えるよということで、チャンネルのシェア、共有、そしてプロモーション、宣伝なんかしていただけると I'm so happy とても嬉しいので応援よろしくお願いいたします。ということで今回の動画はここまでですけれどもいかがだったでしょうか。 Thank you very much for watching my video to the end. I hope you enjoyed it.Let's improve our English skills and expand our information knowledge also in year 2024. Thank you for watching. Have a good day. Goodbye.